Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図にシエリカシェ見つけたよ心が安らぐ My home My home Yuta at home 僕の部屋にお帰り NCT127 ユータのユータアットホーム。この番組は NCT127 のユータが僕のお部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしています。さて、5月24日にジンジャー、5月26日に、アンアンが発売されました。ありがとうございます。皆さんチェックしてくださいましたか？ジンジャーっていう雑誌をね、僕は多分日本で久しぶりに単独で雑誌撮影をさせてもらったんですけど、すごい結構大人な感じで、セクシーな感じで結構いい感じに撮れたと思うので、まだね見てないという方はぜひ、手に取ってみてほしいなと思います。そしてアンアンはですね、ユータ、ドヨン、ジョン3人で撮ったんですけど、これまたねすごい撮影現場が面白くてですね、皆さんもう知ってると思うんですけど、ジョンはね僕のことが大好きなのでユータってよく言ってくるんですけど、僕はドヨンをいじるのにこの前もラジオで言ったと思うんですけど、仕事以外は命をかけてるって言ってるんで、ドヨンにユータって怒られてユータって呼ばれて、ジョンウにユータってこの変な声で駆け寄られて、もうね大変でした。はい。なんかジョンさユータって言って寄ってくるときね、このイメージしてほしいんですけど、進撃の巨人でさ巨人が寄ってくる時のさ走り方に似てるんだよね。めちゃくちゃ面白かったです。その撮影現場とかの動画はまた出るのか分かんないですけど、出たらねすごい面白い撮影現場になっていたと思います。それでは、今週の1曲目を皆さんに早速お届けしたいと思います。 NCT127 でタッチ。気づかない間に君の影を Yuta at home NCT127 ユータのユータアットホーム。 NCT127 ユータのユータアットホーム。早速ですが、大人のメロンソーダさんからいただいたメッセージを紹介しましょう。ゆうたくんただいまお帰り。毎週ゆうたくんのお家に呼んでくれてありがとうございます。1週間の最高の楽しみです。なんでやねんのコーナーが大好きでした。バチバチにかっこいいゆうたくんはもちろんのこと、飾らないゆうたくんも大好きです。ぜひこのコーナーの復活をお願いします。はい。ということで、最近のなんでやねんのコーナーはですね、もうこれはまた僕の父のお話になってしまうんですけど、父はもう準レギュラーみたいになってるんですけど、父がね最近ギガをねちょっと大きくしたっていう話をしたじゃないですか。もともと何ギガだったっけな、1ギガ2ギガとかの携帯を使ってたんですけど、最近はねカカオトークとかも頻繁にやりだしてですね、多分お姉ちゃんとか妹に教えてもらってると思うんですけど、謎にね自撮りが送られてくるわけですよ。ピロンって。で、なんだろうと思ったら自撮りをしてるわけですよ。で、それ面白いのがただの自撮りじゃなくてアプリ使ってるんですよ。で、ちょっと肌をきれいにさして自撮りを送ってきて、でそれね1日に1回送られてくるんですよ。で、僕がね何って聞くじゃないですか。何って聞いたら既読はつくんですけど返信が返ってこない。で、いいかと思って仕事して寝て、次の日また来るんですよね、ピリンって。でまた自撮りが送られてくるわけですよ。っていうのが結構続いてるんですけど、この場を借りて言いたいと思います。なんでやねんっていうか何っていう、返信を返してください。はい。そうですね、最近そういうなんでやねんはありました。関西弁でなんでやねんと強く言えばツッコミになるんですが、なんでやろうっていうね語尾をちょっと下げると、弱く言うとね反省っていうか後悔の言葉にもなります。というわけで僕ゆうたのなんでやろうを発表したいと思います。これね恥ずかしいわ、ちょっと運動してるんですけど、最近ね毎日ジムに来ている、僕はガチ勢と呼んでいるんですけど、ガチ勢の方々のね体というかガチ勢の方を意識しちゃう俺
なんでやろっていうなんでやろですね。これね、説明すると、ジムに行くじゃないですか。で、ジムに行くと、その毎日ね、体を鍛えてらっしゃるすっごいたくましい方々がいらっしゃるんですよ。で、その方々はいつもベンチプレスのね、方にいて、僕は入っていくと、その人をね、まずこうパッて見ちゃうんですよ。見て、あ、今日もいるなと思って運動を始めるんですけど、やっぱりね、こう男だからかわかんないけど、やっぱね、比べてしまうんですよね。あの人たち何キロ持ってんだろうとか、あの人たち何回スクワットしたんだろうとか、で、俺40キロしか持ってねえなとか、そこでちょっとこう比べちゃうというか、変に意識しちゃう。その人たちは絶対意識してないのに、俺だけこう運動しながらね、意識しちゃう俺なんでやろうっていうね、このちょっとダサいなんでやろうが最近ありますね。で、まあこれも次のね、なんでやろうはスマブラっていうゲームをね、よくするんですけど、負けた時にコントローラーのせいにしちゃう俺なんでやろうありますね。スマブラってめちゃくちゃ面白いんですけど、こうゲームしてやっぱね、こうコントローラーが効かなくなってくる時とか、なんか負ける時がある、連続して負ける時があるんですけど、だんだん負け続けると機嫌が悪くなって、コントローラーっつってコントローラーをバンバン叩いてしまうんですよ。それめっちゃ切れてるわけじゃないですけど、このコントローラーが悪いんやんつってこう言っちゃうんですよね、友達に。で、そうやって言ってる時の俺ってダサいな、なんでこんなことしてしまうんやろ、なんでやろうっていうのはありますね。あとね、皆さんめっちゃ仲いい友達とは桃鉄とスマブラはやらない方がいいですよ。絶対友達関係悪くなりますから。はい。3番目、これも恥ずかしいんですけど、お風呂にね入るとき僕よく忘れ物をしてしまうんですよ。濡れてる状態で外に出ないといけないので、メンバーとかがよくリビングで映画を見てるんですけど、メンバー全員僕のこと見てないんですよね。その映画とかに夢中で、その僕のこと一切見てないんですけど、なぜか意識しちゃってこう隠しながら言っちゃう俺なんでだろうっていうね。なんでこんな意識しちゃったんだろうみたいなね、なんでやろうっていうのありますね。あと最近最後ね、一番多いのがフェイス ID してる時のね、自分の顔ですね。なんか最近はさ、コロナでマスクしてるからさ、フェイス ID をしっかりできないじゃん。だからこうフェイス ID こう合わないからずっとこうスマートフォンを開けられないわけね。で、開けられなくて結局暗証番号で打ってる時の自分、なんでこんなことしてるんだろうっていうのはよく思いますね。はい。ちなみにですね、なんかやめたいと思っている悪習慣はですね、なんか歯磨いた後に僕絶対になんかお腹空いて食べちゃうんですよね。で、それをやめたいなと思いますね。やっぱ歯磨いてすっきりしてベッドの上行くんですけど、やっぱね、こう動画とか見ちゃうとなんか食べたいなと思って、しかもその時に甘いもの、チョコレートとかなんかそういうちょっと歯にくっつくものを食べちゃうんですよね、僕。なんでそれはちょっとやめたいなと思います。なんかそのやめたいなと思っている悪習慣をね、解決する方法の一つはちょっとずつやめるだそうです。なんかね、こういきなりスパーッとやめることは特別な人でない限り不可能だそうで、ちょっとずつやめるといつかね、こう習慣になって自動的にやめられるそうです。ということでですね、それではここで皆さんに一曲お届けしたいと思います。ディープスクワットであなたが迷わずに。お送りしたのはディープスクワットであなたが迷わずにでした。リスナーの皆さんからもメッセージをたくさんいただいていますのでご紹介したいと思います。ラジオネーム、隣の客はよく書き食わない客ださん。いつも楽しいラジオを届けてくれてありがとうございます。私は来月に誕生日を迎えます。そこで自分へのご褒美として何か自分にプレゼントを買おうと思っていますが、いいプレゼントが思いつきません。そこでゆうたくんに何かアイディアをいただきたいです。また誕生日はメンバーにどのようにして祝ってもらっているのかも知りたいです。ゆうたくんのこと、 NCT みんなのこと、これからも応援しています。大好きです。いや、ありがとうございます。ラジオネーム、隣の客はよく書き食わない客ださん。そうですね、自分にプレゼント買おうと思っていますが、いいプレゼントが思いつきません。僕ね、最近別に誕生日プレゼントではないんですけど、やっぱね、こう外に出れないじゃん、今はなかなか難しい状
態で遊びにも行けないし、なんかこう外に出るっていうこと自体がちょっと難しい状態だから、なかなかこうモチベーションだったり、なんかやらなきゃいけないことを後回しにしてしまったりっていう機会が増えてきてるなと思って、なんかモチベーションいい感じに上げれないかなと思って始めたのが運動とかなんですけど、その他にもですね、最近僕がこう買ったのがお肌のケアをする機械みたいなのね自分で買ったんですよ。ご褒美というか、これも、お肌が良くなれば自分のモチベーションも上がるし、なんか一個でもさ、ちっちゃいことがあればこうやるぞってなるじゃん。だからなんか自分にプレゼント買うときはなんかこの今の状態でこれあったらちょっとモチベーション上がるなとか、なんか頑張れるなっていうのをご褒美プラスこうモチベーション上げるものを買ってあげると、多分今の時期結構いいんじゃないかなと思います。はい。でですね、誕生日メンバー同士で結構僕たち祝う方なんですけど、で最近はですね、こう誕生日プレゼントをメンバー一人一人からもらうんですけど、でね、これもね面白いことで、やっぱこう年々もう僕たち一緒に、僕はもうこっちに来て9年目だから9年間一緒にいるわけですよ。で9年間誕生日するわけじゃないですか。でだんだんね、こうやっぱ誕生日ってクオリティが上がっていくわけ。誕生日プレゼントもそうだし、サプライズもそうだし、で去年ぐらいからちょっと待ってよって、誕生日がだんだん負担になってきてるぞっていうのをメンバー同士で一回話し合うわけですよ。ちょっとクオリティ上がりすぎてないか、お金ちょっと使いすぎてないかみたいなね、誕生日プレゼントに。だからもう来年からは気持ちでいいじゃんって、もうケーキだけでいいじゃんっていう話をしましたね。だからなんか今年まではね、しっかりこう誕生日プレゼントを祝って買ってあげて、みんなで祝ってケーキしてみたいなのをしてたんですけど、来年からは多分もう僕手紙出そうかなと思ってます。愛してるって愛してる以上 by ゆうたっていう手紙だけを出そうかなと思っております。はい。じゃあ次行きます。ラジオネームピノコさん。私は今年の4月から看護専門学校に通っています。そこで相談があります。私はクラスの担任の先生が苦手です。まだ先生のことをよく知らないっていうのもあるのですが、これから3年間付き合う先生なので、できればうまくやっていきたいと思っています。ゆうたくんだったらこんな時どうしますか？早くゆうたくんに会いたいです。僕も会いたいです。ピノコさん、担任の先生ですか？クラスの担任の先生が苦手です。でもなんか苦手っていうのは僕ももちろんあるんですけど、もちろんね人対人だからあるんですけど、なんか結局すれ違いってどこから生まれるかっていうと、多分コミュニケーションがしっかり取れてない時に一番起こる可能性が高いですよね。なんかあっちの思ってることとこっちの思ってることがどっちかがあれなんですよね。多分こうプライドとかあって、こううまく話せないとか、うまく折り合いをつけれないっていうので、こう苦手意識が生まれちゃったり、あれじゃないですか。なんか話しても いないのに、なんかこの人苦手っていうか喋りづらいなっていうのあるんですけど、多分それってどっちかが結局バリア張っちゃってるんですよね。で人ってそれを感じ取って、この人と喋りづらいなとかっていうのを感じちゃうから、とりあえず心を開く、なんかこう自分から広げていくっていうのはすごい大事だし、合う合わないはありますから、とりあえず努力をしてみて、合わなければ普通に距離を取りつつ、やっても全然いいと思いますし、やっぱね先生だから僕ね最近思うのが、その目上の人だからこう自分より大人な考えを持ってる、もちろんねそういう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、そうではないよっていうことを最近思ってて、だから別になんていうんですかね、先生だから先生が、先に話しかけなきゃいけないっていうのはなくて、むしろ別にこう苦手だからこそ、先生にこう質問したり、なんかちょっとこう喋りかけてみたり、共通のなんか話題があるかっていうのを探ってみたりっていうのをするのも全然僕はありなんじゃないかなと思ってます。多分ね苦手っていう一回でもこう苦手って出てきたらなかなかその壁を壊すのは難しいと思うんですけど、3年間付き合っていかなきゃいけない先生なので、しっかり考えて先生と仲良く、勉強の方も頑張ってほしいなと思います。頑張ってくださいピノコさん、ファイティン。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム太陽とレモンさん。毎週部屋の電気を消し耳を澄まして言った。そんなにしながら聞いてくれてんの？もう一回言うよ。毎週部屋の電気を消し耳を澄まして
ゆうたアットホームを拝聴しています。拝聴、すごいですね。ありがとうございます。太陽とルモンさん。一つだけ質問したいことがありメッセージいたしました。ステージなどでされているイヤモンには自分の声も流れてくるものなのでしょうか。リズムだけが流れているのでしょうか。ゆうたさんがどのような音を耳にしながらステージに立っているのかすごく気になります。これね、自分の声とあとね、リハーサルとかするときにそのオケがでかければオケを下げてもらうし、自分の声がちっちゃかったら下げてもらうしっていうのを調節しながらねやっていますね。でコンサートとかではやっぱりね曲数が多いので、たまにね歓声とかで聞こえない時があるから、こうしっかりカウントを入れてもらったりね、チェリーボムでこう僕たちファーストコンサートさせてもらった時にチェリーボム登場するじゃないですか。ブーンって登場する時に聞こえてないけどイヤホンには3、2、1っていう音もしっかり入ってます。はい、これね初めて言いました。さて、今週のラストナンバーはですね、そうだな、NCT127 の、ペーパープレインという曲を皆さんにお届けしたいと思います。NCT127 でペーパープレイン。 하고 싶은 건 참 많은데 늘 그 자리만 맴돌고 있는 걸 나라고 하는 너 Yuta at home. NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 Yuta at home. 今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。どうでしたか皆さん。僕ね、さっきのやめれない習慣というか先延ばしにしてしまう習慣で一個ね今ね思いついたのがあったんですけど、今年こそは運転免許を取りたいと思ってますね。いつもねもう多分俺2年3年ぐらい前から思ってるんですけど、なかなかねやっぱこの筆記がね韓国語だから3問ぐらい見て諦めるんだよ。目が痛い、頭痛いってなって諦めちゃうんだけど、さすがにねもう26ですか、今年26なのでしっかり運転免許を取ってね、なんか運転してみたいなと思います。はい、皆さんもねなんか先延ばしにしてることがあれば、この機会に僕と一緒に頑張っていきましょう。ということでですね、これからも皆さんの声を僕にどんどん届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームで受け付けています。Twitter のハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それでは皆さんお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕のお部屋に皆さんぜひ遊びに来てください。それでは皆さんバイバイ、頑張ってね。される快感に溺れてく I can turn you down I can turn you down Lovely 돌아가는 조준이 It's getting worse 뭐가 기복한 그놈이 또 구사를 take me like 힘만 쏘니 tell me why Give me baby 때니 오해 나의 drama Crazy 고생이 많이 쏘아 ain't no me君を笑わせて clowns 過去に置いてきた King's Crown カラカラに乾く sweet tone それでも叫べを get loud Cause you're my only one ひざまずこのさ get down